たった一本のホームランが、球場全体の空気を一変させる。そんな瞬間を、私たちはまた目撃しました。バックスクリーンへ突き刺さる推定130メートルの特大アーチ。その打球音が響いた瞬間、スタンドは歓声に包まれ、誰もが大谷翔平という存在の圧倒的な凄さを改めて思い知らされたのです。しかし、その華々しい活躍の裏側で、今アメリカ球界ではある重大な議論が巻き起こっています。なぜ大谷選手は左膝に不安を抱えながらも出場を続けるのか。そして、明日に控えた登板は本当に問題ないのでしょうか。ファンからは、無理をしないでほしい、という心配の声が相次ぎ、専門家たちも警戒感を強めています。さらに MLB を知り尽くしたレジェンドたちが口を揃えて語る、ある危険性が、今大きな注目を集めているのです。今日の勝利をもたらした一発の裏で何が起きているのか。明日のマウンド、その先に待つシーズン、そして大谷翔平の未来を左右するかもしれない重要な判断とは。その真相を、ここから詳しく見ていきましょう。ドジャースの大谷翔平選手がセンターバックスクリーンへ一直線に伸びる、見事なホームランを放ちました。飛距離130メートルの豪快アーチで地元ファンを熱狂させたのです。これにはファンも、今、ホームランは最高なんだ、スライディングの必要がないからね。ホームランほど安心して見られるものはない。毎試合、ホームランだけでいいよ、笑い、などと、出塁に対してドキドキと見守っていただけに一安心の様子です。そんな中で整理したいのは、ドジャース首脳陣の大谷起用法のスタンスです。現時点でチーム側のメッセージは、かなり前向きで、予定通り進める姿勢を見せています。しかしロバーツ監督は、数日前からしきりに次のように話していました。現時点では同じプランで進める予定だ。この時点では多くのファンも、通常通りローテーションを消化する流れだと受け取っていました。ところが、その裏で調整の流れにははっきり変化が出ていたのです。通常であれば、登板2日前にはブルペンに入って本格的な投球練習を行う流れです。それが今回は2日前ブルペン入りをあえて回避、感覚を確かめるような丁寧なスローイングに留めていました。これについてロバーツ監督は前日の試合後、次のように話しています。通常は登板2日前にブルペン入りするが、膝の状態を整えるのにもう1日与えたかっただけだ。日にちを変えつつさらに本格的なブルペンではなく、タッチ&フィールと呼ばれるマウンドの感触を確かめるための軽めの投球になる。実際にマウンドに上がってどう感じるかを確認して、本番の登板に備えさせるよう。この説明だけを見れば、選手の状態を見ながら慎重に進めているようにも聞こえます。現場としては、大谷本人の感覚も含めて細かく確認しているはずですし、外から見えない情報も当然あるでしょう。ただ、それでも論点は残りますね。状態に不安があるからこそ調整を変えたのに、登板プラン自体は崩していない。登板予定の投手が、いつもの最終調整をいつも通りにはできていない状況という。この一点は重いですね。さらに、その懸念を決定的に広げたのが、前日の試合中のロバーツ監督の発言でした。ESPN の中継内で、監督は大谷選手の左膝についてこう説明しています。翔平は大丈夫だよ。膝には少し変な感じ、違和感があるみたいだけどね。さらに監督は、打撃よりも、投げる動作の時にその違和感が気になるようだが、打つことに関しては問題ない。もちろん、走ったり盗塁することについては少し注意が必要だが、今のところはいい状態だ。と説明し、この楽観視に、メディアやファンの不安が一気に強まっていったのです。この温度感に対して、現地で強い慎重論を示しているのが、元ドジャースのスター選手、ガルシア・パーラ氏でした。いいかい、大谷のような異次元のトップアスリートというのはね、どんなに体が悲鳴を上げていても、無理をして、自分は大丈夫です。試合に行けます。と必ず言うものなんだ。彼らはそういう生き物なんだよ。ガルシア・パーラ氏はさらに、本人の意思に任せるだけでは足りないと続けます。選手の怪我は、小さくても絶対に甘く見てはいけない。監督やチームが強引にコントロールしてでもストップをかけるべき局面もある。仮に本人が、もう大丈夫、と主張したとしても、監督は、なら、もう一日休め、と突き放す。それくらいの強い決断が必要な時があるんだよ。
怪我人は無理をせず、チームと仲間を信頼して休むべきなんだ。本人はいけると言うかもしれない。現場は状態を見ながら進めているかもしれない。それでも、止める責任はチーム側にある。この3つが、今ぶつかっています。そしてこの衝突は、翌日の登板判断やローテーションの問題ではなく、大谷選手の身体をどう守るかという問題に発展するのです。なぜ左膝の違和感が、ここまで大きな不安材料になるのか。その理由は強烈に指摘されています。まず投手として見たとき、左足は踏み込み足。160キロ級のボールを投げるために前へ移動したエネルギーを、最後に止める役目を担うのが左足。つまり左膝は、球速を生み出す過程で、強烈なブレーキを受け止める部位なのです。前に進むエネルギーを止めきれなければ、球速もコントロールも安定しません。逆に、止めるためにかかる負担は当然大きくなる。出力が高い投手ほど、この衝撃は重くなります。そして大谷の場合、その左膝には過去の手術歴があります。つまり今問題になっているのは、単なる一時的な張りではなく、もともと注意深く見なければいけない部位でもあるわけです。一方で打者として見ると、左足は今度は軸足になりますね。左打席では、後ろ足で体重を受け止め、そこから一気に回転して打球を飛ばします。この時、左膝には止める力ではなく、支える力とねじれに耐える力が求められます。そのような視点で見ると、今日の美しいホームランは本当に見事で、全身をうまく使って軽く振り抜き、いとも簡単に 130m 彼方へ飛ばしてしまったのですから。しかし一方でその膝は、投げる時にも、打つ時にも、役割は違い、どちらでも重要ということ。だから大谷翔平選手の左膝は、ただの一部位ではありません。二刀流の出力を支える土台そのものです。この構造の怖さについて、自身も怪我と戦いながら投げ続けたペドロ・マルティネス氏は、以前に強い言葉で警鐘を鳴らしていたのです。大谷のような全盛期の怪物投手というのはね、マウンドに立ってアドレナリンが出てしまえば、痛みなんてない、いつも 100% 投げられる、と脳が錯覚してしまうものなんだ。私も現役時代、そうやって自分の肉体を過信し、無理を重ねて膝や肩の寿命を縮めてしまった。痛みをだましだまし乗り切ろうとしても、打者との真剣勝負の中で、100% の出力を出したその一瞬の瞬間に、耐えきれなくなった関節は完全に悲鳴を上げるんだ。このコメントが重いのは、精神論ではなく、土台が崩れる怖さを語っているからです。首脳陣が確認すべきは、少し痛くても投げられるか、ではありません。投手として全力で踏み込める左膝なのか、ここが問われています。ここから先が、さらに重要です。なぜなら左膝に違和感がある状態で投げたとき、最悪なのは、左膝そのものが悪化することだけではないからです。本当に怖いのは、体が無意識に左膝をかばい、その結果として他の部位に負担が流れること。これが代償動作です。人の体はどこかに痛みや違和感があると、自然にそこを守ろうとします。踏み込みを少し浅くする。着地の角度を少し変える。力を逃がすタイミングをずらす。本人が気づかないほど小さな変化でも、投球動作では意味が大きい。なぜなら、投球は全身の連動だからです。本来、下半身で作るはずの出力が足りなくなれば、どこかがその分を補わなければいけない。そして、そのしわ寄せが向かう先は、大谷選手の場合かなり明確です。右肘と右肩。ここに来てしまいます。大谷選手は、右肘の大きな手術を複数乗り越えて、ようやくここまで戻ってきました。だからこそ、残っているのが軽い左膝の違和感だったとしても、安易に単独の問題として見るのは危険です。膝を守ろうとした結果、肘や肩に本来いらない負担が乗る。これが投手にとって最悪の流れだからです。この連鎖の恐ろしさについて、自身も度重なる怪我と手術を経験したジョン・スモルツ氏は、次のように自身の経験を踏まえて語っています。私は現役時代の長いキャリアの中で、怪我や違和感を抱えながらマウンドに上がって投げることがどれほど過酷で、どれほど恐ろしい結末を招くかを、自分の身をもって知っている。マウンドから投球する際、投手の踏み込み足にかかる衝撃は、想像を絶するほど凄まじいものだ。そんな極限の状態の中で、体の一部にたった一箇所でも違和感や痛みがあれば、投手は 100%、無意識にそこをかばうフォームで投げてしまう。
私の場合はまさにそうだった。最終的には健全だったはずの肘や肩に、耐えきれないほどの致命的な負担が集中していった。そうなる前に小さな違和感という、体の悲鳴が聞こえている初期の段階で、いかに完全にストップをかけられるかが、選手の寿命を左右する。本人が、大丈夫、と言ったとしても、首脳陣はその言葉を鵜呑みにしてギャンブルに走ってはならないんだ。この話の本質として、小さな違和感でも、全身のバランスを崩す引き金になり得る。だから今回の話は、一回なら何とかなるかもしれない。で済ませていい問題ではありません。ましてやポストシーズンですらない今のような時期に、ファンも気づいています。今回大谷を休ませることで今地区1位という順位は揺らがないよ。今日は大谷のホームランのおかげで勝てた。それで十分だから明日は無茶しないでほしい。それより今回大谷を休ませないことで、安心できなくなる状況の方が、チーム全体のメンタルにも良くない。その通りですね。本当に恐れられているのは、短期的な楽観視の判断が、もっと大きな代償につながることです。ここまで技術的な部分を見てくると、なぜ日米で不安が広がっているのかが見えてきます。まず、この一方に強い不安を示したのが、米現地メディアのディラン・ヘルナンデス氏でした。彼は自身の X を更新し、次の事実を指摘しています。大谷は2019年9月に、まさにその膝を手術している。この一言は本当に重いです。左膝は、突発的な不安材料ではなく、過去にも問題を抱えた部位。だからこそ、現地で空気が一気に緊張したわけです。さらに、ドジャース専門メディア、オールドジャーズのジェフ・シピーゲル記者は、自身の SNS でこう反応しています。やめてくれ。短いですが、強い言葉です。それだけ、今のタイミングで膝の不安が出たことへの危機感が大きいということです。地元メディア、ドジャース、ネーションのネルソン・エスピナル記者も、次のようにコメントしています。本当に大事に至らないといいのだけど、彼はちょうど今、マウンドの上でもバッターボックスの中でも、本来の、いや、それ以上の本領を発揮し始めたばかりだったのに、なぜこのタイミングなんだ。ここで見えてくるのは、誰かを責めたいというより、ここまで積み上げてきたものを今崩してほしくないという現地の空気です。にもかかわらず、現場の見立てには温度差がありますね。チーム側は予定通り進める方向を示しているからです。大谷選手はこの日の試合前の練習で、50メートルほどのキャッチボールを行ってからブルペンへ。前日の予定を1日ずらしての調整でした。左膝の炎症後、初めて傾斜を使っての投球練習で、スイーパー、ツーシームなど持ち球の軌道を丁寧に確認しながら24球を投げ込み、ロバーツ監督はキャッチボールだけを見たとしながらも、いい感じだったし、状態も良さそう。なので、明日は先発させる方向、楽しみにしている。とゴーサイン。その上で、二刀流で起用するかの判断に関しては、情報は多い方がいい。その情報というのは彼のフィーリングだ。と、大谷選手自身が体調をどう感じているかを踏まえ判断するとのこと。明日の試合直前に変更することはあり得るかと問われると、まずないだろう。実際にマウンドに上がるまでは可能性がないわけではないけれども、見た感じでは晴れは完璧に引いているし、いけると思っている。と話し、ナイターに DH として出場した翌日のデイゲームという環境での登板であることについては、彼は睡眠を十分に取りたいはずなので理想的な状況ではないが、日程的に仕方がないし、彼なりに休んで全力を尽くすだろう。という終始楽観的な姿勢の説明で、不安の声は日本のファンにも強く広がっています。ネットのコメント欄には、投手としての構造的なリスクを指摘する声が軒並み並んでます。左膝には、投球時に最大の負荷がかかる。投手出身の解説者がよく、投球後は下半身の疲労が強く出る。という。しかも大谷の左膝には過去に手術歴がある。あのタフな大谷に炎症が出るとなると、これは間違いなく黄色信号。膝と肘はよく似ていて、筋肉と違って関節は鍛えることが極めて難しい部位だから。首脳陣はこの事実を最も重視すべきだ。違和感があるなら、どう考えても今回は一回登板をスライドさせるべき。今、なぜ彼に投げさせる必要があるのか、その意味が本当にわからない。チームが地区2位のチームに猛追されていて、
一生も落とせないような極限状態にあるわけでもないのに、いかに、この話題をめぐるいくつかの反応をご紹介します。正直なところ、このニュースを見たとき、ホームランの映像より先に膝の状態が気になってしまいました。もちろん130メートルの特大アーチは本当にすごかったですし、あれだけの打球を見せられたら、やっぱり大谷翔平は別格だな、と思わずにはいられません。でも、その一方で、そこまで飛ばせる状態なら大丈夫、と単純には考えられないのも事実だと思います。むしろ今回の記事を読んで強く感じたのは、大谷選手が普通の選手ではないからこそ周囲が慎重にならなければいけないということです。本人は昔から責任感が強く、多少の痛みや違和感があってもチームのために出場しようとするタイプです。しかし、それができてしまう能力を持っているからこそ怖いのです。ガルシア・パーラ氏のコメントを読んだ時には本当にその通りだと思いました。トップアスリートほど、大丈夫です。と言ってしまう。なぜなら試合に出たいからです。チームを助けたいからです。特に大谷選手の場合、自分が出場することで球場全体の空気が変わり、チームの勝敗にも直結することを誰より理解しているはずです。だからこそ、本人任せではなく周囲が冷静になる必要があるのではないでしょうか。今回の記事で特に印象に残ったのは、左膝が投手としても打者としても極めて重要な部位だという説明でした。普段野球を見ていてもそこまで意識していませんでしたが、改めて考えると二刀流というのは想像以上に身体への負担が大きいのだと感じます。投手としては踏み込み足、打者としては軸足、つまり休むいとまがないのです。普通ならどちらか一方の役割だけでも大変なのに、大谷選手は両方を世界最高レベルでこなしている。だから少しの違和感でも軽視できないという話には強く納得しました。また、ペドロ・マルティネス氏の言葉も重かったですね。アドレナリンが出れば痛みを忘れてしまう。これはスポーツ経験者なら理解できる感覚かもしれません。試合中は集中力が高まり、終わった後に初めて痛みに気づくことがあります。しかし大谷選手の場合、その出力が一般選手とは比較にならないレベルです。160キロ近いボールを投げる。130メートル級のホームランを打つ。そのエネルギーが膝にどれだけの負担を与えているのか想像もできません。だからファンが心配するのは当然だと思います。個人的には今回の記事の中で最も怖いと感じたのは大小動作の話でした。膝をかばう。その結果として肩や肘に負担が集中する。これは確かにあり得る話です。実際に過去のスポーツ界でも、一箇所の小さな故障が原因となって別の箇所を大きく壊してしまった例は数多くあります。大谷選手はこれまで肘の手術を乗り越え、長いリハビリを経てようやく投手復帰を果たしました。だからこそ今は絶対に焦げるべき時期ではないと思うのです。たった1試合の勝利と引き換えにするには、失うリスクが大きすぎます。もちろん現場には現場の判断がありますし、医療スタッフも詳細なデータを把握しているでしょう。外部の人間にはわからない情報もたくさんあるはずです。それでもファンとしては、無理だけはしないでほしい、という気持ちになります。今年だけではありません。来年も見たい。再来年も見たい。できるだけ長く大谷翔平という選手を見続けたい。そう考える人は世界中にいるはずです。今回のホームランは確かに最高でした。打った瞬間にそれとわかる完璧な一発でした。スタジアムの歓声もすごかったですし、改めてスーパースターの存在感を感じさせる場面だったと思います。しかし不思議なことに、試合が終わった後も多くのファンの頭の中に残ったのはホームランの飛距離ではなく、明日の登板への不安だったのではないでしょうか。本当に大丈夫なのか、無理をしていないか、後悔する結果にならないか、そんな思いが自然と浮かんできます。大谷選手ならきっとマウンドに立てば全力で投げるでしょう。誰よりも勝負にこだわり、チームの勝利を目指すはずです。だからこそファンとして願うのはただ一つです。目先の1試合よりも、長いシーズンを、長いシーズンよりも、その先のキャリアを、どうか身体を最優先に考えてほしい。今回の130メートル弾を見て改めて思いました。私たちはホームランを見たいのではありません。もちろんホームランは見たいです。でも本当に見たいのは、大谷翔平という多大チーム2の選手が健康な状態で野球を続ける姿なのです。だから明日の登板がどんな結論になったとしても、最も大切なのは未来につながる判断であること。
そして数年後に振り返った時、あの時無理をしなくて本当に良かった、と言える結果になることを心から願っています。さて、本日の動画はこちらで終わりとなります。ご視聴いただきありがとうございました。私たちにとって、皆様からの温かいコメントや高評価は大きな励みとなります。ぜひともご感想や意見をお聞かせいただけると幸いです。